はい、皆さんこんにちは。最近結構巷でですね、流行ってるというかちょっとバズり出しているエアテントですね。僕も新しくこちら手に入れたので、今日はこちらのレビューとかですね、ぶっちゃけエアテントってどうなのっていうことをですね、インスタ等で、皆さんが思ってる、エアテントについての疑問だったりだとか、この辺大丈夫なのっていう点をね、ちょっと募集させていただいて、でそれをメーカーさんに投げてですね、回答もいただいてますので、その辺も最後の方でご紹介したいと思いますので、これを見ていただければエアテントについて、大体わかるんじゃないかなと思いますので、最後までご視聴いただければなと思います。それでは行ってみましょう。こちらのテントはちなみにクーディのですね、エアテント 10.0 というモデルになります。大体デュオぐらいの方でおこもり、ファミリーだと、夏タープがあって寝室として使うにはちょうどいい大きさなんじゃないかなと思っております。他にも 13.6 だったりだとか、あとファミリアだったり、そういった大きさのテントありますけども、今日は 10.0 っていうモデルを貼っていきたいと思います。ちなみに色はブラック、あとオリーブとベージュもありますので、その辺は皆さんの好みで選べるかなと思っております。大きさ的にはぶっちゃけちょっと大きめな感じではありますね。うちは結構積載がたくさんあるので、ファミリーで来るときは結構ギリギリな感じになっちゃいました。上のルーフラックとかに詰めればいいんですけど、いかんせん重いので、これを上まで上げるのって結構な、多分一人じゃ上げられないぐらいの重さなので、その辺は積載に関してはご自分の積載量だとか、その辺は調べてお買い求めいただいた方がいいのではないかと思っております。こちらは別売りのグランドシート、これをまず引いてから広げたいかなと思います。グランドシートがあるといいのは、どれぐらいの大きさぐらいテントが来るのかって分かるんで、これの専用サイズのグランドシートですので、その辺はめっちゃいいのかなと思います。これが中身全部ですね。結構な重量なんで、テント本体だけだと32キロあります。結構な重さで、内容がテント、フライシート、 TPU ウィンドウが2枚ついてますね。あとメッシュドアと側面 TPU ウィンドウ、あとペグもついてます。結構しっかりめのペグもついてて、あと針綱、ガイロープと、あとポンプね。ポンプは手動ポンプのみついてます。はい。で、入れてた専用バッグっていう感じですね。はい。よし。それでは用意スタート。で、頑張れ。重いです、さっきより。はい。さあ、もう OK かな。
って感じでこれで完成。イエーイ。はい、ということで立ったんですけど、娘と2人でやって8分ぐらいで立ち上がりましたね。10分もかかんないぐらいでできるとは思うんですけど、やっぱ最後の方はもう娘も全然こうポンプ下にできないぐらいの重さだったので、男の人でも結構きついはきついかもしれない。女の人でもできないことないかもしれないですけど、きついと思います結構。はい。でできれば電動のポンプも売られているので、そっちを使われた方が楽なのかなと。せっかくエアテントはその辺一瞬で立つとかワンタッチで立てるっていうのが、売りのポイントだと思うので、ぜひ自動のねポンプ使われていただければと思います。はい。じゃあ一回ですね、どんな感じでしぼむのか、このまま空気一回抜いてみたいと思いますので。一瞬でなったんですけど、もうちょっと犬がびっくりするぐらいのパン、一瞬で抜けたんでちょっと犬とかびっくりしちゃうかもしれないんで、離れたところでやった方がいいかもしれないですね。はい。ということでもう一回電動のやつで膨らましていきたいと思います。で、ということであっという間に立ちました。やっぱ自動ポンプ使った方が楽ですね。はい。ポンプ使うことをお勧めします。本体はポリコットンですね。でここのスカートはグランドシートと全く同じような素材で、かなりしっかりしたスカートがついてますね。はい。エアテントのサイドはね、メッシュの扉になってて、ほんと家みたいな形で、これ閉めるとポリコットンのね、膜がこう出てきてこんな感じになるんで、ポールを立てれば跳ね上げして使うことも可能ですね。こういう風に斜めに貼って、中が見えない状態で空気の入れ替えもできるっていう形で、このメッシュのドア自体も、これも開けることができますよって、今虫が入ってきちゃうので閉めてますけど。でこっち後ろ側、扉がですね TPU 付きの扉と、あとメッシュ付きの扉が1枚ずつ付いてるんですけど、やっぱ夏場はですねオプションでもう1個メッシュ扉を買ってこっち付け替えた方がいいですね。やっぱ TPU だと暑いので、風も通らないですし、途中で入れ替えたりしてやりましたけど、できればメッシュ扉あった方がいいのではないかなと感じました。ここはエアコンみたいな冷房とかねつけるときに使う穴ですかね。はい。でちゃんと電源ケーブルも通せるようになってたりだとかしてます。で上にはですね TPU の窓がついてて、もちろんこれ中からも閉められますし、開けることができるんですけど、ここはメッシュついてないので、もうここ備え付けになってるので、TPU のみって感じですね。はい。であと煙突穴、チムニーホールの方も開いてます。だから冬場は薪ストも使うこともできるんじゃないかなと思ってます。で先ほどご紹介した TPU
のね窓が天井についてるんですけど、これいいですよね。寝てる時にここから上からですね、昨日も星が見えたりだとか、あと木の様子がね中から入ってても見えるので、季節を感じながらおこもりしてても、TPU 全面これも変えられるので、そういった使い方もできるので、オプション結構豊富なのでね、そういった使い方もできるので、この辺の TPU ドアはね、冬場はいいんじゃないかなと思います。はい、ということで次の日になってます。昨日はもうちょっと暑くて設営がもうギリギリな感じになってしまって、途中で撮影できなくなってしまったんで、昨日の続きやっていきたいと思うんですけども、まずはちょっとどんな感じのレイアウトになってるのかっていうことをちょっとお見せしたいなと思います。エアテントの 10.0 にエアタープを接続して使ってます。でメッシュのドアがエアタープの方にはついてるんですけど、ちょっとそれつけてるとですね、やっぱ日が当たると、結構暑いので全面外してしまいました。広いんでね、レイアウトもしやすいし、四角いのでほんと配置もしやすいですね。この辺がキッチン周り、冷蔵庫、ポータブル冷蔵庫ね、最近使わせてもらってるアイスコーンに置いたりだとか、基本的には、考え方ね一緒で、スイベルチェアがあって、スイベルチェアを囲んで、こういうどんなところでもアクセスできるように。で今度こっちとこっちにつけて、子供と一緒にねこっちは調理できるように、1個だけこっちにつけて、テーブル側につけて、もう1個はこっち2口つけてます。はい、これ水関係でポタ電があって、カトラリーとかこの辺に置いてる。でこのアルベンさんのアルミユニットテーブルを延長して、長くして使ってるよと。ちょうどいいですね、長さがこんな感じで。3人4人ぐらいで使うんだったら延長したらほんとぴったりいいんじゃないかなと思ってます。でこっちはギア系ね、ギア系のボックス、この辺はファンの、入ってたものだったりとか、これも新しく、これもご紹介したと思うんですけど、前回の動画でネストアウトさんのねファンも入ってたりとか、これもネストアウトさんの、ポタ電、これかっこいいですよね。こんな感じで置いてます。はい、でいつもの、ギアコンテナ2つ置いてあったりだとか、こんな感じでメガマットのデュオと、あとヒルズフィールドのマット、自動マットを2枚並べて、それで3人で寝てるって感じです。はい、大きさ的にも4人ぐらいだったら全然、4人用の寝室だったら全然ありなんじゃないかなって感じで、冬場はですね、デュオでおこもりぐらいがやっぱちょうどいいのかなって1日使ってみて思いました。はい、それより多い人数でおこもりするんだったら、これより大きいサイズの方がいいのではないかと思います。最後にですね、インスタの方で皆さんから疑問だとか、この辺どうなのっていうことを、質問を皆さんに送っていただいたのを、メーカーさんクーディさんにですね投げさせていただいて、いろいろご回答いただいたので、最後その辺を共有して終わりたいと思います。まずですね、一番多かったのが積載だとか重さに関しての質問は結構多くて、撤収の時とか持ってくる時どうなんですかとか、あと家の中での置き場とかどうなんですかっていうことなんですけど、最初の映像でも多分見ていただいた通り、大きさ的には、結構でかいです。結構でかなり大きいですね。普通の多分これぐらいの一般的なポリコットンとかのテントの、そうですね、2倍もいかないけど 1.5 倍とか、それぐらいの大きさはあるし、重さもあるっていう感じですかね。結構全部床とかもついてるので、全て一体型になっててっていう形なので、その辺の大きさだったりだとか重さっていうのはある程度覚悟しておいた方がいいかもしれません。はい、
まあ1個ならいいけどこれ何個もだとか、あとこれ 10.0 なんで、真ん中ぐらいのサイズなんですけど、これより大きい 13.6 だとか、あとファミリアっていうサイズ、クーリーにしてみたらね、その辺は結構大きいし重いんじゃないかと。多分膜の重さだけでファミリアだと55キロだとかで、全体合わせて付属品合わせたらプラス10キロ15キロかかるので、70キロとかそれぐらい重さがなるんで、女性の方とかその辺は考慮してご購入いただいた方がいいんじゃないかなと思います。あと多かったのがですね、穴が開いた時とかね、壊れた時の対応ですね。でまずいろんなメーカーさんからエアテント出てますけど、クーディさんに限ってみれば、1年間に関しては通常仕様での破損は全て無料で修理って感じですね。でも2年目以降も実費プラス作業量程度、この辺は問い合わせていただきたいんですけど、内容にもよると思うんですが、その辺も全て対応していただけるそうです。アフターサービスはあと全ての国内での修理交換を国内で対応しているそうなので、その辺も大丈夫ですよね。であと、大前提一番最初にこれ言った方が良かったかもしれないですけど、破損するのとかすぐ穴開くのっていうことなんですけど、この元になってる柱自体はゴムボートとかと同じような素材で作られてるので、よっぽどのことがない限り、穴は開かないそうです。はい。普通に通常に使ってたらすぐに壊れるようなものではないっていうことだそうです。でどれぐらい持つかっていう話なんですけども、耐用年数が月2回のキャンプで約8年を想定してますと。だから8年間使えたらね、月2回以上行く方はもっとあれなのかもしれないですけど、通常の方はそれぐらいが多いんじゃないかなと思いますので、それぐらいだったら全然ね大丈夫。使用関係にも大きく左右されますよっていうことが言われてるんですけど、8年間ねってことらしいです。強風時や真夏の直射日光下で使用は大丈夫ですかっていう。でこれはある程度の強風でも使用は可能だそうです。使ってる方もおっしゃってましたけど、結構風には強いっておっしゃってました。でエアポールのため風で折れる心配がないため、ポール式よりは耐久性は高いと。風で飛ばされないようにしっかり手段はしてくださいねっていう話です。で直射日光下でももちろん使用は可能で、長時間の日光はあまり良くないのでフライシートを使って、その利用をお勧めしていますっていうことでね。で一応ね、その圧力に関してはバルブがついてて、そこがあんまり圧力がかけすぎると一応なんか空気が抜けるようなバルブがついてます。はい。そこで調整はしてくれるので、その辺は特段の心配はそこまでないのかなと思ってます。であとこれ僕が聞いたんですけど、よく破損しやすい箇所やその原因ってことでお聞きしたんですが、エアポール鋭利な石等のある地面で床を外したまま収納しようとしてポールを尖った石に押し込んでしまうと穴が開く可能性があると。はい。っていうことなので、下が石とかの時は畳む時にちょっと注意が必要かなっていうことですよね。はい。あとファスナー部が泥や砂利の混入、無理な開閉による破損で、ファスナーもやっぱ噛んじゃったりする、テントあるあるですけど、それが砂利とか挟まったことによって壊れてしまうということもあるそうなので、はい、その辺は注意が必要ですよということですね。であと、これクーリーさんの答えではなかったんですけど、他の方が多分クーリーのテントのじゃない多分体験談だと思うんですけど、バルブのところがね結構壊れやすいよっていうことなんで、バルブのところが結構繊細だったりするので、使うときは注意して使った方がいいのかなと思ってます。であと長持ちさせるための推奨メンテナンス方法なんですけど、直射日光使用あと海風に弱いので付属のフライシートをかけて日光や海風から守った方が長持ちできるっていうことですね。これは普通のテントとも同じですよね。はい。濡れた時は長時間そのままにせず、晴れた日にテントを立てて乾かす。そうですね、この濡れた時の対応みたいな感じで、これも質問来てました。雨天撤収時の乾燥はどのくらいの時間や手間がかかりますかってことなんですけど、濡れたまま長期間保管するとカビや匂いの原因になるため、帰宅は必ず乾燥をお勧めしますと。大体天候や風通しにもよるけど、2時間から4時間ぐらいの間で
乾くよっていう風に言われてます。はい。であと雨の時ですね、これただでさえ重いのにもっと水を吸ってより重くなるっていうね、こういった体験談も来てましたけども、そういったこともあるんですけど、だから重さに関してはね、ちょっと覚悟しといた方がいいのかなと思います。でも重いとかその辺があるけども、やっぱりそのポンプ使ってレンジのポンプ使って一瞬で膨らんで、撤収時も空気を抜けばプシュッてね、そのまますぐに畳めるっていうね、その辺に関してはめちゃめちゃ楽だし、中のね居住性も、やっぱりこう家みたいな形のロッジ型なテントなので、居住性もものすごく良くて使い勝手はものすごくいいっていうのを、感想で書いてくれてる方もいらっしゃいました。撤収時はね、だいたい2、3回経験すれば1人でも10分程度で撤収は可能っていうことなので、そんなに大変な部類ではないと思います。まとめるとですね、アフターサービスもしっかりしてるし、使い方がちゃんとしてればね、めちゃめちゃ快適に使えるんじゃないかなと思っております。はい。今後、また季節変わってですね、冬だとかそういった時にもですね、使ってみてどんな感じかっていうのはまたレポートさせていただければなと思いますので、なかなかいいテントなんじゃないかなと思いました。ということで今回の動画はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。